こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。3月から4月、ちょうど盆栽も外の寒さから本来の屋外へと戻る季節があります。それでも私どものこの展示場のように、皆さんどなたでも盆栽は最後は室内に飾って楽しみたいことが多いと思います。テーブルに乗せて盆栽用の台に乗っけて飾る。そこで皆さんで楽しい時間ができる。眺めるのもお茶を飲みながら楽しい。至福の時間だと思いますね。ただこの時に気をつけることがあります。本来は盆栽は自然の雨や風に当たり、そして屋外で水をかけて、光を受けて、健やかに成長するものです。室内に飾るという文化的な仕事。これが盆栽の素晴らしさを見せますが、盆栽にとっては自然ではない場所に飾られることで、人間がその分気をつけてあげなければいけないことがあります。今日は室内に飾った時の盆栽の水かけや注意点を皆様にお話ししたいと思います。お楽しみください。冬の時間または室内に飾っている時の盆栽の水かけ、これは普段よりもさらに注意が必要です。太陽に当たって風にさらされている時は、はっきりとこの鉢の上の表面がすぐに乾いていきます。これによって一つの目安ができますが、室内ですとあまり乾いていないように見えて、上と中の芯までしっかりと同じように水がなくなっていきます。とても危険です。とにかく部屋を飾られる時には、その前、後にしっかりとした水が必要です。もちろん、鉢の上にかけていくことも重要ですが、鉢の上に流れる程度では木の中に染みません。このように木の上からまんべんなく、まるで雨が滴れ落ちるようにかけてあげる。この時間が必要です。どちらかといえば一般の方は、私たちプロよりも水は半分ぐらいに見えます。こんなにいっぱいかけていいのって思われるでしょうが、よく考えてください。雨でしっかり濡れている木。そうですね、しとしとと1時間2時間降る雨は、鉢の中までしっかりと水が染みます。今こうしてこの木は2本のものにじょうろの水をかけましたが、たっぷりかけたつもりですが、この程度では鉢の中へは染みません。もう一杯かけましょう。一度かけた水が鉢の表面から中へゆっくりと染みます。それを待って本来はもう一度かけてあげる。この二度がけというのは木にとても力をつけます。水がしっかりと鉢の中へ染みていくわけです。特に中品盆栽や植え替えて2年3年経っている木は、表面に溜まってもなかなかすぐには鉢の中に染み込んでいきません。頭の上からゆっくりと全面的にかけてあげる。それによって枝を伝ってポタ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 と木は水を自分の鉢の中へ入れます。面倒だなと思うのではなくて、慈しんでやってください。まるでペットたちに餌をあげているつもりで、木が生きるための何よりも重要な日々の仕事です。さあ、これでしっかりと水は入ったと思います。だいたいこの大きさでこのじょうろ2杯です。これでしっかり水が引いてから鉢の下を拭いて部屋の中へ飾る。このようなルーティンを覚えてくださると嬉しいです。私どものこの展示場もそうですが、皆さんのご自宅も飾る場所もこういう室内になります。冬になればストーブを焚き、暖房入れという空気の中になります。暖房を焚くということは、外は雪が降るような時も
中は暖かく、ストーブの熱で快適です。しかしその分、人間が喉をやられることを気をつけるように空気が乾燥します。盆栽は乾燥は大敵です。やはりその時の水はしっかりとしなければいけません。先ほど申し上げたように、たっぷりとした鉢の中へ水を入れること、それ以外の時間にも、今度は葉っぱから乾燥の空気の蒸散を防ぐために、追いがけというようなスプレーでもいいですから水をかけてあげます。このような市販のもので十分です。こういうもので葉に1日に1回2回水をかけてあげる、霧をかけてあげる。これだけでも木はとても救われます。特に心拍などの葉が細かいやつは、その分葉っぱの表面積の蒸発がとても多くなります。その時にこのように葉に霧をかけるだけでも水分の蒸発はとても違います。このようなことを1日に水をかける時間以外に2回やってあげると、木はとても喜びます。ぜひ部屋飾りの時には霧吹きをしてあげる。これを必ず忘れないでいてください。先ほどは中品盆栽という両手で持つような大きさをご紹介しましたが、皆さんはこの目の前にあるような片手で持てるような盆栽、これの方のが数多くお楽しみかもしれません。この大きさになりますと、さらに水は大切なものになります。鉢が小さいんですね。ということは中の根や土の容積もとても小さくなります。この時の水、意外とちゃんと水が中へ含むのにはコツがあります。ご覧ください。先ほどの中品盆栽と同じように、じょうろで上から水をかけてあげましょう。木や葉、蒸発を防ぐためにも、またゆっくりと水が土の中に入るためにも、このように水をかけます。表面積が小さいですから、先ほどの1杯目のじょうろとこれぐらいの時間で同じ意味合いを持ちます。でも大切なのはここからです。今かけましたが、そこを見てみましょう。水が下まで染みていません。つまり全くこれでは届かないんですね、水が。黒松の方もそうだと思いますよ。全く届いていないんです。この白くなっているのはとても根がいい菌を張らせて健康な証拠なんですが、水が通っていません。これは2度かけても同じことです。この時はこのような方法が良いと思います。ご覧ください。商品盆栽で根がしっかりしているものは、一度先ほどのような水かけも必要ですが、このように短時間で結構ですので、鉢全体を水で浸してみる。今ちょうど私の手元であぶくがぷくぷくと出ています。このようにある程度浸してやることで、土の中へゆっくりと芯まで水が入っていきます。これを少しやってあげることで、しっかりと水が入ります。あぶくが出てきます。この分が中に空気の膜を作っているわけです。これを数日に1回やってあげることで、木の芯に土の中までこのように水が垂れるように出てきます。この時間が必要ですね。もちろん先ほどの大きい作品とやったように、部屋の中に飾った時にこまめに霧吹きをしてあげること、とても木は喜びます。ぜひ皆さんも試してやってください。お伝えしている室内に飾った盆栽の水かけ、とても重要です。もう一度おさらいで言いましょう。普通の大きさの盆栽は、まずはきちんとそこから外して、じょうろで一度、さらにまた一度と鉢に染みるようにかけてあげる。
葉の上からたっぷりとです。まるで木全体に雨が降るようにかけてやってください。そして普段飾っている最中、1日2回ぐらい、霧吹きで葉の蒸散を抑えるためにしっとりと霧吹きをしてやってください。とてもこれが大切です。商品盆栽に至っては、同じようなことをやってもなかなか小さい鉢でうまく入りません。その時には毎日とは言えません。2日、3日に1度でいいですが、水の中へ鉢ごとつけて、あぶくが出てきます。そのあぶくが止まるまでやってあげて、これを繰り返すことで、芯までしっかりと水が届きます。水が届かないところというのは根が張りません。周りだけで生きて根が張らなくなってしまいます。蒸散を避ける、水切れを防ぐ大切な要素です。ただしもう一つ大事なことがあります。このように室内に飾ると、色も緑で綺麗で見ていたいので、どうしても長く飾りがちになります。はじめに申しましたように、本来盆栽は外の空気、外の光を欲しがるものです。室内で生きられるものではありません。生き続けることはできません。できましたら、そうですね、長くても5日、飾ったら少なくても5日、外の光を与えてあげる。その時に暖房が効いたり、ストーブが焚いているところにあったものは、急激な寒さを避けて、軒下や北風を避けるようなところで光を与えてあげる。そんな時間が必要です。特に寒い時期に外に置くときには、午後の水は特に気をつける。午前中10時から12時ぐらいの間にたっぷりと水をやって、夕方、凍てつく寒さが来る前にはしっかりと余分な水が落ちている。このような管理が木にはとても嬉しいと思います。ぜひぜひ間もなく訪れる春、その時の新芽が豊かに出るように、冬の水かけ、乾燥を避ける霧吹き、そして日照時間の大切さ、これを繰り返してみてやってください。木を大切に、命を守って対話ができるように楽しんでください。いかがだったですか？盆栽や水石を皆さんにお伝えるわびチャンネルですが、大きな深い文化性のこともあれば、今日のような室内の水管理もあります。とても大切なことなんです。木を守る。木の命を守る。いろいろなことをわびチャンネルは皆様にお伝えする番組です。たくさんのアーカイブス、ぜひぜひ皆さんに見ていただきたいです。チャンネル登録をしてお楽しみいただけたらありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。